足先の相対法からいきます。筋肉が緊張すると膝の裏側にしこりができてきます。膝の裏側を触ると、ここが凝ってるなーっていうのが分かるんです。慣れるとこうやって触りながら、ここで緩むのね、ここで緩むのねっていう場所が分かりますけども、お家でやるときはなかなか分からないんで、この辺からいきましょう。はい、つま先上げてギューッといっぱい上げて、ここを軽く押さえてあげます。でストンと落とす。もう一回軽く押さえてあげます。ストンと落とす。もう一回軽く押さえてストンと落とすというと、3回ぐらいやったらちょっと足の位置をずらします。はい、打ってあげて、でこのまま自分で上げてみて、そうすると力がちょっと入りにくい。で軽く押さえるとどう？力入りやすい？はい、ストン。はい、上げてきてストン。もう一回上げてきてストン。はい、今度もう一度です。この辺まで来ると、はい、かかと上げてみて。こっちが楽な時もあるし、はい、下ろしてつま先上げて、どっちが楽かしら？こっちの方が楽。かかとの方が楽。じゃあかかと上げて軽く押さえてあげてストン。軽くちょっと押さえてあげてストン。もう一回軽く押さえてあげてストンってやると、今度さっきのコリコリした感じどう？楽になります。楽になった？いい感じ。はい。つま先を内側に外側に。これどっち楽？こっちのこの方が楽？じゃあ楽な方にグーッと押して、ここで軽く押さえます。ストン。もうここまでしか動かないんだけど、はい、ここで力入れてって言っても力入りにくいでしょ？そうですね。で、力が入りにくいから軽く手を添えて、軽く押し返してあげる。ストン。軽く押し返してあげる。ストン。はい、もう一回。軽く押し返して、この手も大事です。この手、ここにあった方が力入るでしょ？はい、ストン。もう一回。視点を作ってあげる。はい、ストン。ポイントを、ここで力のパワーポイントを作ってあげると、はい、押して。ストン。はい。今度どう？はい、楽です。そうすると、左右のバランスが取れます。内、外。今度は大きくひねります。内、外。外が楽。はい、外に押してきて、今度は外にここでちょっと押し返してあげる。ストン。軽く押し返してあげる。ストン。もう一回。軽く3、2、1、ストン。はい。今度は？はい、楽です。大丈夫そう？はい。いいですね。こっち行きましょう。内、外。これどっち楽？内が楽。はい、楽な方に。軽く押し返して3、2、1、ストン。はい。3、2、1、ストン。もう一回。3、2、1、ストン。はい。開いてみて、どう？はい、楽です。いいですね。内と外。これどっち楽？外の。そうですね。ここでちょっともう抵抗もありますよね。はい、外に開いてみて。3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。はい、今度は？はい、楽ですね。楽になった。これ自分でもできるんだけど、例えばこうクッションを置いて、はい、押してみて。ギューッと押して、ギューッと押して、ストン。ギューッと押して、ストンってやると一人でもできるんだけど、ちょっとこう手を添えてあげると、運動の方向が、はい、そう押してみて。運動の方向がぶれない。ストン。深く。ストン。っていうと、やりやすい、力が入りやすいですよね。そうするともう、ほら、引っかかりなくなったでしょ？こんな感じ。で、筋肉が、緊張がニュートラルな状態に戻ってくるんです。右足、膝曲げて、左膝曲げて、内、外。これどっち楽？外が楽。ここが楽ね。で、外に押して、ここで軽く、ここまでしか動かないんだけど、ここで動かないところでストン。ここで軽く力を押し返してあげる。ストン。もう一回。軽く押し返してあげて、ストン。やると、はい、内。どう？はい、楽になります。楽になった？で、これなんで楽になるかっていうと、筋肉は勝手に緊張するわけじゃなくて、絶えず脳との情報のやり取りをしているんです。そうすると、いつも何かの原因で同じところに同じように負担がかかってると、
痛い緊張しなさい緊張しなさいっていう脳から筋肉に行く情報がずっと出っ放しになっちゃう。そうすると、ニュートラルな状態に戻れなくなっちゃう。で開くでしょ、はい、内持ってくるでしょ。これどっち開く？こっちがこっち側ですね。で今度は内側の方にここで押して321ストン。はい、321ストン。もう一回321ストン。はい、今度開いてみて。どう？はい。こう見てわかるぐらいこう開くようになるでしょ、そうすると今この楽な方にぐーっと緊張しなさいって情報を出すことによって今まで出てた、反対側の筋肉こっちに開いた時にちょっときつかった、緊張しなさいって出た情報が反対側楽な方に動かすことでその情報が治ってるんです。だから筋肉を治してるんじゃなくて実は脳の中から出てる情報を整理してるんです。そうするとすぐニュートラルな状態に戻れる。こっち倒して、はい、反対、こっち倒して、これどちら楽？こっちの方が楽ですね。この方が楽？はい、じゃあここで押してきて、ぐーっと両膝を押して、倒して、こっちに倒して。そうそうそう。3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。もう一回。3、2、1、ストン。はい、今度こっち倒して。どう？はい、楽になりました。楽になった？はい。はい。今度これと、これはどっち楽？こっち。そっち楽？はい。ここの骨盤の動きです。この骨盤をこういう動き。こっちの方が楽ね。こう楽な方にずーっと持ってきます。でぐーっと自分で押してみて。はい、ストン。これも一人でもできるけど、ちょっと力入りにくいよね。はい、ちょっと押してきて。ここで軽く押さえてあげます。はい、ストン。はい、こっちを押して、こっちは引いて。はい、ストン。もう一回。ぐーっと。はい、ストン。はい、今度やってみて。どう？はい。動いた？楽になった？うん、こんな感じ。今度、おへそを引いて、お尻ちょっと持ち上げて、この感じと、はい、お尻下げて、腰を反らして、この感じ。これどっち楽？こっちの方が楽です。で、楽な方にぐるっと反らして、はい、ストン。もう一回、ぎゅーっと反らして、はい、ストン。もう一回、ぎゅーっと反らして、はい、ストン。はい、今度おへそを引いて、お尻上げて。今度どう？はい、いいですね。大丈夫ですか？はい。あ、いいですね。はい、こんな感じ。はい、もうちょっといきます。今度は足を曲げて、ここ、角度をちょっと変えます。はい。角度を変えていくと、使ってる筋肉が変わってきます。内と外、これどっち楽？こっちの方がはい、楽な方に、ここで3、2、1ストン。3、2、1ストン。3、2、1ストン。はい、今度ははい、楽になりました。取れた？はい。大丈夫だね。はい、この角度で。これも自分でやるときはちょっとこうお布団とかに足を乗っけてやれば角度を変えてできます。内と外と、これどちら楽？こっちの方が楽ね。はい、楽な方をぐーっと押して、3、2、1ストン。これもここ、例えばこう比べてみて外が楽だけど、ここまで来ると痛いなと思ったらあるでしょ。でもこっちの方が楽だったら痛くないところまで、例えばここだったらここ、はい、はい、押して3、2、1ストン。3、2、1ストン。3、2、1ストン。はい、内側に入れてどう？はい。楽になったね。楽です。うん。で、何回かやってだんだんこっちはここまで全然楽と思ったらここまで今度やってみよう。はい、ここでストン。はい、ここでストン。もう一回。ここでストン。はい。どう？はい、変わりました。変わりました？はい。うん。はい、両膝曲げて、また今度ここの角度で、はい、右足踏んで、左足踏んで、これどちら楽？右の方が楽。はい、右踏んで、ストン。右踏んで、ストン。角度が変わったら楽な方向が変わったでしょ？はい。うん。今度どう？はい、変わりました。うん。こう両膝揃えて倒します。倒します。これどっち楽？こっちが楽。うん。じゃあこっちぐーっと押して、3、2、1ストン。3、2、1ストン。もう一回。3、2、1ストン。はい、今度どう？はい、変わりました。楽やった？はい、変わりました。もう一つ。今度もう一つ深い角度で。
はい、外と内。これどっち楽？外が楽はい、外、ここで3、2、1ストン。3、2、1ストン。はい。3、2、1ストン。今度どう？はい。楽になった？楽になりました。向いたね。はい。内と、はい、外。これは？外です。で、ここで。3、2、1ストン。3、2、1ストン。はい。3、2、1ストン。はい、今度どう？はい。楽になった？はい、取れたね。動いたね。すごく楽になったよね。はい。はい、膝曲げて。はい、ここで。右足踏んで。左足踏んで。これどっち楽？左ですね。こっちの左側ね。はい、じゃあ左踏んで。ぐーっとストン。はい。ゆーっとストン。もう一回。深くストン。はい、今度は？はい。楽になった？はい、楽になりました。こう倒します。はい、反対こっち倒します。これどうでしょう？右の方が楽。この方が楽？はい、こっちずーっと倒して、ストン。倒して、ストン。もう一回。倒して、ストン。はい。どう？大丈夫ですか？はい。どう？はい、大丈夫です。大丈夫？はい。そうすると、今、こう、足の角度を低いところからだんだん上げていくと、上げていく角度によって動きやすさが全然違ったりする。使う筋肉が違うんです。楽な方に動かすと、不思議なことに筋肉はニュートラルな状態に戻るんです。でそれは脳がいつも緊張しなさいって同じところに負担がかかって出てたのが、脳からの情報が変わったらパッとニュートラルな状態に戻れる。案外皆さんいじめるの好きなのね。痛い方にばっかり動かすのよ。で痛いところは覚えてるのよ、自分で。私はこっちにあると痛いとか、こっちは硬いとかね。でそうすると硬いところから始めるじゃない。痛いところから始めるでしょ。ストレッチングとかラジオ体操とかヨガとかね。ここが硬いからここ頑張ろうって。でそうすると痛いって瞬間が脳に行くと、脳は危ないって感じる。で危ないって感じた瞬間に緊張してもっと守ろうとする。だから毎日同じところを毎日同じようにストレッチングしてるのに毎日硬いのよ。でそれやめましょう。楽なところは得意になって、痛いところは適当にっていうのが大事なんです。痛いことしない。自分が得意なところからどんどん順番に始めていく。はい、ここまでで足のストレッチング、足の相対法はここで一回おしまいです。